舞踏会。芥川龍之介。1時間の後、秋子とフランスの海軍将校とは、やはり腕を組んだまま、大勢の日本人や外国人と一緒に、舞踏室の外にある星月夜のバルコニーに佇んでいた。手すりを隔てたバルコニーの向こうには、広い庭園を埋めた針葉樹が、ひっそりと枝を交わし合って、その木の先に、点々とほおずき提灯の火を透かしていた。しかも、冷ややかな空気の底には、下の庭園から昇ってくる苔の匂いや落ち葉の匂いが、かすかに寂しい秋の呼吸を漂わせているようだった。が、すぐ後ろの舞踏室では、やはりレースや花の波が16菊を染め抜いた紫ちりめんの幕の下に、休みなく動きを続けていた。そうしてまた調子の高い管弦楽のつむじ風が、相変わらずその人間の海の上へ、容赦なく鞭を加えていた。もちろん、このバルコニーの上からも、絶えず賑やかな話し声や笑い声が夜の空気を揺らしていた。まして暗い針葉樹の空に美しい花火が上がるときには、ほとんどどよめきにも近い音が一同の口から漏れたこともあった。その中に混じって立っていた秋子も、そこにいた仲の良い令嬢たちとは、さっきから気軽な雑談を交わしていた。が、やがて気がついてみると、あのフランスの海軍将校は、秋子に腕を貸したまま、庭園の上の星月夜へ、黙ったまま視線を注いでいた。彼女には、それがなんとなく、郷愁でも感じているように見えた。そこで秋子は、彼の顔をそっと下から覗き込んで、お国のことを思っていらっしゃるのでしょうと、半ば甘えるように尋ねてみた。すると海軍将校は相変わらずの微笑を含んだ目で、静かに秋子の方へ振り返った。そうして、のんと答える代わりに、子供のように首を振ってみせた。でも何か考えていらっしゃるようでございますわ。なんだか当ててごらんなさい。その時、バルコニーに集まっていた人々の間には、またひとしきり、風のようなざわめく音が起こり始めた。そこにはちょうど赤と青との花火が、雲の手のように闇をはじきながら、まさに消えようとするところだった。秋子には、なぜかその花火が、ほとんど悲しい気持ちを起こさせるくらい、それくらい美しく思えた。しばらくしてフランスの海軍将校は
優しく明子の顔を見下ろしながら、教えるような調子でこう言った。私は花火のことを考えていたのです。我々のWiiのような花火のことを。2、大正7年の秋だった。その年の秋子は鎌倉の別荘へ向かう途中、面識のある青年の小説家と偶然汽車の中で一緒になった。青年はその時網棚の上に鎌倉の知人へ送る予定の菊の花束を乗せていた。すると当時の明子、今の H 老婦人は、菊の花を見るたびに思い出す話がある、と言って、詳しく彼に鹿鳴館の舞踏会の思い出を話して聞かせた。青年はこの人自身の口からこういう思い出を聞くことに大きな興味を感じないではいられなかった。その話が終わったとき、青年は H 老婦人に何気なくこういう質問をした。奥様はそのフランスの海軍将校の名をご存知ではございませんか？すると H 老婦人は思いがけない返事をした。存じておりますとも、ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございました。では、ロッティだったのでございますね。お菊夫人を書いたピエール・ロッティだったのでございますね。青年は愉快な興奮を感じた。が、H 老婦人は不思議そうに青年の顔を見ながら何度もこうつぶやくばかりだった。いいえ、ロティとおっしゃる方ではございませんよ。ジュリアン・ビオとおっしゃる方でございますよ。いかがでしたか？ピエール・ロティはフランスの作家です。海軍士官として日本を訪れた時の出来事を書いた作品が複数あります。その一つがマダム・クリザンテーム。日本語の題名がお菊さんやお菊夫人です。この芥川の短編でも菊の花の描写が印象的ですね。それでは最後までお聞きくださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。